会のコンクールも C 評価だったな。前、先生に世界観っていう武器を教えてもらえたおかげで、ちょっと道は開けてきたけど、やっぱり、そう簡単に伸びたりはしないよね。それに、今日の絵、なんか引っかかるっていうか、こっちに前描いたのを並べて、と。やっぱり、私が最近描いた絵、色味とか構図が似ちゃってる。気をつけてたつもりだったけど、無意識に寄っちゃってたのかも。好評の勢いで描かないようにっていう指摘、このことだったんだな。って、落ち込んでばっかいられないよね。次からは気をつけないと。でも、どうしたらいいんだろう。似ないようにって意識したら、また前みたいに表現が硬くなっちゃうかもだし。やっぱり、もっとインプットが必要なのかな。多分、表現が似ちゃうのは、私の中のパターンが少ないからってことだと思うし。先生もできるだけいろいろな作品を見なさいって言ってたもんね。もっといろんな人の作品を見れば、引き出しも増えるかもしれないよね。よし。今ってなんかいい展示やってたかな。今月開催してる展覧会は、あれレン？どうしたの？今、大丈夫？うん。作業してたわけじゃないから大丈夫。えなちゃんがこの前の課題で描いた絵が、すごく綺麗だったから、もう一回見たいなって。いいよ。今持って。ごめん。あれ書き直しててまだ教室に置いてあるんだった。今度持って帰ってくるから、その時でいい？いつでも大丈夫。えなちゃんは、今何してたの？私は今やってる展覧会を調べてたんだ。もっと絵の引き出しを増やすために、いろんな人の作品を見に行こうって思って。へえ、描くだけじゃなくて、見ることも勉強になるんだね。まあね。やっぱいい絵を描く人の作品を見てこそ、自分も。鍵山伊代、アリエの庭の悪夢個展。伊代さんの個展やるの？絶対行きたいんだけど。伊代さん？ああ、レンは知らないよね。結構有名なイラストレーターさんなんだ。ダークで可愛い世界観が持ち味で、私も昔からチェックしてたんだけど、1年くらい前にアリエの庭の悪夢って絵本で、絵本作家としてもブレイクして一気に有名になったの。かなり流行ったんだよ。グッズとかも出るくらいでさ。そうだ。確かここに。あったこれがその絵本。ちょっと怖い絵だね。でもなんだろう、可愛い感じもあって不思議だな。でしょ？絵のタッチとか色使いとかも独創的だけど、特に世界観がすごくってさ。久しぶりに見たけど、やっぱいいな。どのページ見ても、こういう見せ方もあるんだって勉強になって。実際伊代さんは自分の世界観を表現するのがすごく上手いんだよね。
だから、かなり独特な絵柄なのに、たくさんの人が引き込まれるのは、わかるな。イオさんは、どんな風に考えて、表現したいことを形にしてるんだろう。えなちゃん？あ、ごめん。この個展行きたいなって思って、いろいろ考えちゃって。期間と場所は、行けそうでよかった。じゃあ、チケット取って。あ、この個展、スタッフさんも募集してるんだね。短期スタッフ募集。本当だ。どうしよう。お客さんとして見るつもりだったけど、スタッフになったら、イオさんがどう個展をデザインしてるかとか、考え方が分かってくるかも。まだ募集してないか、ちょっと見てみよっかな。会場スタッフ、募集終了。装飾スタッフ、募集終了。まあそうだよね。気づくの遅すぎたか。せっかくのチャンスだったのに、ダメか。あ、えなちゃん。見て。一つだけ残ってるよ。あ、本当だ。歌手募集？古典で歌？古典って歌うこともあるの？いや、普通はないと思うけど。世界観を表現するために、今回は音楽を使うのかも。課題曲聴いてみよっか。ちょっと怖いけど、子守歌みたい。子守歌？あ、これってもしかして、やっぱり、この絵本のラストの方で、主人公アリエの友達の影の少女が子守歌を歌うの。イオさんは会場でこれを再現するつもりなのかも。ああ、絵本で歌ってる歌を実際に歌ってもらうんだ。じゃあ古典も絵本の中に入ったみたいになるのかな。楽しみだね。うん。実際どんな古典になるのかすごく気になるな。もしかしたら歌だけじゃなくて、もっといろんな方法で表現するのかもしれないし、制作の裏側が知れたら、世界観を表現するためのヒントがつかめるかも。あ、もしかしてえなちゃん、応募するの？ちょっとしてみたいなって。イオさんがどんな風に古典を作っていってるのか分かったら、かなりいいインプットになりそうだから。でも、もし受かったら、人前で歌わなきゃいけないんだよね。そういうの、あんまり柄じゃないし。だけど、イオさんの個展を手伝えるチャンスを逃すのはもったいない。よし、ダメ元で応募してみよった。応募締め切りは、明日？じゃあ急いで課題曲収録しないと。僕も何か手伝えることがあったら。本当？じゃあお願い。軽く練習するから、気になるところがあったら教えて。
ねえ、ケイ。昼に何枚かアップしたラフ、見てくれた？お、やっぱ2枚目だよね。僕もあれがいいなって思ってたんだ。オッケー、2枚目ね。ユキは？確認した？まだ見てない。ちょっと、早く見てよね。イメージ違ったら調整しないといけないんだから。わかった。まあ。ユキが見てる間に、溜まってたメッセージ確認しよっと。宣伝のメール溜まってるな。全部消して。これって、この前の審査の結果？二次審査ってことは、もしかして。やったー！ごめん。ミュートにし忘れちゃってた。エナナンが叫ぶなんて珍しいじゃん。なんかあった？ああ。実はちょっと、応募してたものがあって。へえ、古典で歌う仕事なんてあるんだ。面白そうじゃん。そう、みたい。みたいって。いや、だって、まさか歌で通るとは思わないじゃん。ほんと？ケイ。はいはい。でも、一次審査通ってよかったじゃん。エナナンが合格するように祈ってるから頑張っておいでよ。ありがとう。勉強のためだし、やれるだけやってみるね。今日も結構進められたな。そうだ。二次審査のメール、ちゃんと確認しておかないと。二次審査では、実際に古典会場で本番を想定して課題曲を歌っていただきます。実施日は、3日後？いくらなんでも急すぎない？あれ、でも、個展の開催は来週からだったような。やっぱり来週からだよね。もしかするとイオさんのイメージ通りに歌える人がいなくてギリギリまで探してるとか。応募した時は締め切りまで時間がなかったから急いで課題曲を収録しちゃったけど、やっぱイオさんの作品と世界観をちゃんとインプットしてから歌った方がいいよね。よし、ちゃんと絵本を読み返そうっと。アリエの庭の悪夢は、主人公のアリエっていう女の子が見た夢の話。アリエは夢の中で出会った影の少女と手をつないで、暗くて広い森のような庭を歩いていくんだけど、怖い化け物がいたり、酸の雨が降ったり、本当にひどい場所で。必死に庭から抜け出そうとするけど、アリエはヘトヘトに疲れて歩けなくなる。そんな時、影の少女が歌い始める。その歌に、アリエはもう一度立ち上がる勇気をもらって、やっとの思いで庭を抜けるんだけど、もう影の少女はいなくなってて、
夢から覚めたアリエは、胸がぽっかり開いたような気持ちになる。それで、アリエが暗い自分の部屋から出て、おしまい。よし。ちょっと歌ってみようかな。私が歌うのは、ラストで影の少女が歌う曲。歩けなくなったアリエを励ますような、少し優しくて、あったかい感じで。だけど、ここで転調。メロディーが一気に怖い感じになる。きっと化け物に追いかけられたり、酸の雨に降られるあたりをイメージしてるんじゃないかな。そもそも作中に出てくる化け物とか酸の雨って多分、アリエが傷ついた出来事のメタファーだよね。なら、もっと怖いって気持ちを込めて。本当に合ってるのかな。そもそも、歌ってるのはアリエじゃないんだし、影の少女も怖いって感じてたってこと？わかんないけど、一旦私が思う解釈で進めてみよう。課題曲の練習進めてるけど、本当にこれでいいのかな。歌の技術は仕方ないけど、ちゃんと歌の解釈ができてない気がする。どうして途中があんな怖いメロディーになってるんだろう。そういう世界観なのはわかるけど、あそこはアリエのために歌うシーンなのに、やっぱりもっとちゃんとイオさんが表現したいことを汲み取って歌わないと。奏に聞いてみるとか。あとは、あれ？これって、アリエの庭の悪夢の課題曲？しかも、すっごくうまいし。でもこの声、聞いたことあるような気がする。一体誰が歌って？あずさわさん？えなさん？あずさわさんもアリエの歌手枠に応募してたんだ。はい。アメリカで活動するときに自分で自由に使えるお金を貯めたいなって思って、それでこの募集を見つけたんです。そうだったんだ。そういえば、アキトもアメリカ行きのためにどうこうって言ってたっけ？それと、鍵山伊代さんって前にフェニランとのコラボグッズを出してたんですけど、その小若いフェニーくんがすごく印象に残ってて、それもあって応募してみたいなって思ったんです。ちょっと不純な動機かもなんですけど。そんなことないよ。一つだって好きな作品があるなら立派な応募動機だって。でも、あずさわさんってかなり歌うまいよね。普段から人前でも歌ってるし、競ったらどう考えても勝てる気がしないっていうか。まあでも、ダメ元での応募だったし、やれるだけやるしかないよね。それに、うまいってことは、この偶然を生かさない手はないかも。あのさ、ちょっと相談させてくれない？相談ですか？うん。課題曲どう歌ってるのか聞きたいところがあるんだ。っていうか、ちょっと私の歌聞いてくれない？そっちの方が早そう。
いいですけど。ありがとう。じゃあ行くね。で、こんな感じなんだけど、どう思う？とても素敵でした。綺麗で澄んでる感じがして。いや、あずさわさんに比べたら全然でしょ。そんなことありません。ずっと聞いてたいなって思いました。そうで、そうじゃなくて、私が聞きたかったのは、小羽ちゃんにえなさん？え？ほなみちゃん、よいさきさん。二人ともどうしてここに？えなさんたちは何をしてたんですか？歌が聞こえた気がしましたけど。私たちもさっき偶然会ってさ、それで同じ曲を練習してるって分かって、ちょっと話してたの。同じ曲？ああ、アリエ、それって絵本ですよね。少し前に話題になってた。はい、一時期流行ってましたし、絵本の読み聞かせをするときに候補に上がっていたこともあって。じゃあ話は早いかもね。実は今度その絵本の個展があって。なるほど。それで審査のためにえなさんの歌を。ほんと？よかった。ちょうどアドバイス欲しいって思ってたんだよね。あ、それならせっかくだし、花見ちゃんも聞いてくれない？客観的にどうなのか、ちょっと意見もらいたくって。はい、私も聞きたいです。ありがとう。じゃあ、歌うね。どう思う？やっぱりすごく雰囲気があって素敵です。えなさん声が綺麗だから曲にぴったりですね。そっか。ありがとう。ああ、ちょっとね。二人が言ってくれたみたいに、絵本らしい雰囲気は出せてると思うんだけど、本当に伊代さんが表現したいことを表現できてるのかなって思って。表現したいことを。この絵本、結構自由に解釈できる終わり方してるから、これっていう答えがあるわけじゃないと思うんだけど、でも、伊代さんが作品を通して伝えたかったこととか、作りながら考えてたこととか、絶対あると思うんだよね。だから、それをできる限り組んで表現したいなって。何？それは、当然でしょ？イラスト担当なんだから。それより、ちょっと絵本の方の話しない？伊代さんがこれを通して伝えたかったことが何だったのか。それがわかれば、もうちょっといい歌にできる気がするから。
そうですね。私は、大事な友達を失う苦しさと後悔を表現した作品だと感じました。友達を失う苦しさと後悔か。はい。私も友達との関係で悩んだことがあって、その時のことを思い出したので、3の雨の描写も友達とうまくいかなくて少しずつ傷ついて蝕まれていくような感じがして、そういう痛みが作者さんにはあったのかなって思います。なるほど。確かに。あずさわさんは？私は自分一人ではどうにもならない暗闇も大事な存在がいれば乗り越えられる。少なくともそのための勇気を得ることはできる。そういうことを伝えたいんじゃないかなって思ってます。もちろん全体的にはダークなんですけど、ラストでは部屋から出るために扉を開けるから、メッセージとしては前向きなのかなって。そっか。そういう考え方もあるんだ。ありがとう。どれも私の中にない解釈で参考になったよ。おかげでちょっとヒントがつかめたかも。時間はないけど、ギリギリまで考えなくっちゃ。やっぱりなんかしっくりこないな。ここはほなみちゃんの解釈を取り入れてみてもいいかも。3の雨に打たれた時に感じるのは、じわじわとした痛みと蝕まれていく恐怖。だから声を震わせて。やば、ちゃんと水飲まないと。練習しすぎて審査当日に喉が枯れるとかシャレにならないしね。でも自分だけの解釈で進めてた時より多少は納得できる感じになってきたかも。この調子で頑張ろう。でもやっぱ C メロでこの音が入ってるのが納得できないんだよね。影の少女も辛い思いを抱えてるってことなら、苦しい気持ちはあるけどアリエを励ますように。もう一回。疲れた。お母さんに夜中に不気味な歌を歌うのやめなさいって言われるし、最初に比べたらだいぶマシになってるけど、でもやっぱりどうしてもしっくりこないな。もうどこがダメなの？えなちゃん？あ、レン、いたんだ。ごめん、びっくりしたよね。ちょっとイライラしちゃって。何かあったの？僕でよかったら話してくれると嬉しいな。レン、ありがとう。じゃあちょっとだけ聞いてもらおうかな。いろいろ考えて歌っても納得できない。みんなから絵本の解釈を聞いて、イオさんが表現したいことはなんとなくイメージできてきたの。だけどどうしてもこれだっていう感覚がしなくて、この歌い方でいいのか
わからないんだ。そっか。いつもかなでちゃんたちと作ってる曲とは違うもんね。そうなんだよね。ニーゴで作ってる時なら、曲とか詩の解釈で悩んでも、奏や真冬にどういう意図か聞けるし。だけど今回ばっかりは、そうもいかないからさ。えなちゃんって、いつもすごく一生懸命だね。そう？絵を描いてる時もそうだけど、歌う時も、一生懸命向き合ってるなって。まあ、歌自体にこだわりがあるわけじゃないんだけどね。でも、イオさんが表現したい世界観を表現できないのが嫌なんだ。曲でも歌詞でも動画でも、どんな作品にも誰かが必死で込めた思いがあると思うから。私は、その思いをちゃんと表現したいの。そっか。まあ、そんなこと言っておいて、今まさにそこでつまずいてるんだけどね。もっとイオさんの考えがわかるといいんだけど。考え。えなちゃんなら、わかるかもしれないよ。えなちゃん、いつも絵を描いてるでしょ？だから、絵本の絵から、いろいろ感じ取れるんじゃないかなって。絵からか。確かにそうかも。イオさんの絵は、もちろん何回も何十回も見てるけど、もっと一枚一枚細かく考えながら見てみるのは良さそう。自分の世界観を絵で表現できるイオさんなら、きっと伝えたいことを絵の中に落とし込んでるはず。レン、ありがとう。一番のヒントを見逃してたよ。イラストレーターが表現したいことを知るには、絵を見るのが一番だもんね。よし、やろう。僕も一緒に見てもいい？もちろん。レンも何か気づいたことがあったら教えて。じゃあまずは表紙からだね。ベッドでアリエが眠ってる絵だけど。かわいい絵に見えるけど、窓の外が怖いかも。紫と黒を使ったまだら模様の夜。指で重ね塗りして、絵の具の凹凸の影がまた違う色を作ってる。これが、ただの可愛い話じゃないって、表紙から不穏さを出してて。どうしたの？この窓の庭の木、なんだか引っかかるなって。誰かを取り囲んで見下ろす人影。そんな風にも見えるなって。あ、ほんとだ。そう見えてくる。昔見た時は気づいてなかったけど、私が思ってたよりもいろいろなものが描かれてる気がする。化け物の絵、やっぱり怖いな。すごく不気味。この化け物だけ直線が使われてて、鋭利で、ハサミみたい。
3の雨は黒いね。絵の上から直接塗りつぶされてる。よく見ると一滴一滴が文字に似てる気がする。降り注ぐ文字、言葉、じわじわとした痛みと自分が蝕まれていくような感覚。あれ？どうしたの？影の少女の描写がなんだか。もう一回最初のページから。そっか。イオさんはもしかしたら。すごい。会場もうこんなにできてるんだ。素敵ですね。絵本の世界に入ったみたいで。これから審査なのにはしゃいでちゃダメですね。このまま受付に行きましょうか。おう。この人たち一緒にエレベーターで降りたし、私たちと同じ二次審査に来た人たちだよね。予想してたよりも多いな。この中から歌で選ばれないといけないんだよね。ビルの入り口であずさわさんに声かけてよかったな。一人だったらちょっとビビってたかも。そんな。私もエナさんと一緒で心強いです。ありがとう。それじゃあ行こっか。本日は柏くん二次審査にお越しいただきありがとうございます。お名前頂戴できますでしょうか？はい。東雲えなです。はい、ありがとうございます。では、審査員の到着までもう少々時間がかかりそうなため、しばらく会場でお待ちください。設営が完了している箇所だけになりますが、会場を見て回っていただいて構いません。ぜひ、この後の審査に活かしてください。それでは、開始前にまたアナウンスしますので。開催前に会場を見せてもらえるなんて、これってすっごくラッキーじゃない？ねえ、あずさわさんも見るでしょ？はい、一緒に回りましょう。ここ、絵本の3ページ目にそっくりですね。だいぶおどろおどろしいっていうか、ちょっと、いや、結構怖くない？そうですか？私はむしろ、ちょっと楽しいです。フェニランのお化け屋敷みたいで。あずさわさんって意外と度胸あるよね。そうですか？でも実際すごいな。怖い夜の感じがよく出てる。どうしてこんなに。そっか、陰影のつけ方がうまいんだ。影が多くできるようにしてる。分かってたけど、やっぱり陰影って大事だな。エナさん、見てください。ここにいるのってアリエを追いかけてきた怪物ですよね。動くギミックがあったらもっと楽しそうじゃないですか？それやるとさすがに本当のお化け屋敷になっちゃうんじゃない？あれ？なんだか変な匂いがしますね。3の雨を表現してるコーナーみたいだね。実際に体感すると嫌な感じ。でも
ここすごい。酸の雨のタッチを壁全体で再現してる。この酸の雨、油絵みたいに絵の具を置いて描かれてるんだ。それでねっとりまとわりつくような感じを表現してて。そっか。こうやって描くとこんな風に伝わるんだ。もうラストの方みたいだね。疲れ切ったアリエが影の少女の歌を聴いて勇気を取り戻すシーンだけど。エナさん、見てください。影の少女がすっごく大きく書かれてますね。絵本でも大きく書かれてましたけど、こんなに大きいイメージだったんですね。大きすぎてちょっと怖いくらい。やっぱりそうなんだ。ごめん、ちょっと考え事してて。いい加減今日で決まるといいんですけどね。一体何回やるんですかね、このオーディション。いや、イオさんが全然納得してくれなくて。でも今日決まらないともう会期が。スタッフさんみたい。なんだか大変みたいですね。うん。個展までの時間のなさからなんとなく感じてたけど、やっぱり難航してるんだ。私たちが思ってるよりも難しいのかもね。参加者の皆さん、お集まりください。始まるみたい。行こっか。もしかして、あの背の高い、おしゃれな服を着た人がイオさんですか？うん。写真で見たことあるから、そうだと思う。時間がないからどんどん聞かせていってほしいな。はい。それではこれから順番に名前をお呼びしますので。中央に立ったら曲に合わせてすぐに歌っていって、終わったらすぐチェンジで。なんていうか、機嫌悪そう。さっきスタッフさんたち、なかなか決まらないって話してましたし、審査が難航してて機嫌が悪いんでしょうか？それもあるだろうけど、他の理由もあるのかも。他の理由？それでは、呼ばれた方は速やかに前に出てください。審査が始まるみたい。ここからはライバルだね。絶対、負けないから。私もです。頑張りましょう。それでは、あずさわこはねさん。あずさわこはねです。よろしくお願いします。あずさわさんがトップバッターか。一番緊張するポジションだけど、大丈夫かな。それでは曲を流します。落ち着いて、でも力強く、怖い気持ちで足を止めてしまいそうなアリエを導くんだ。怖いことはこれからもきっとある。でも、もう一度一緒に歩き出そうって。こりゃ、すごいな。これまでの中でも段違いにうまいですね。すごく堂々としてますし、
これなら鍵山先生も納得なさるんじゃないですか？さすがあずさわさん。きっと、ここまで歌えるようになるまで、たくさん努力したんだろうな。だけど、ありがとうございました。では次の方。ありがとうございました。鍵山先生、あと一人残ってますから。あずさわさんもそうだし、他の人たちもすごくいい歌を歌ってた。だけど、多分、イオさんは納得してない。まだ、表現しきってもらえてないって思ってる気がする。なら、最後の方、東雲えなさん。はい。これは、さすがにちょっと暗すぎやしませんかね。そうですね。ちょっと不気味すぎるというか、呪ってくるような凄みがあるというか。隅々まで読んで、見て、感じて、考えてきた。だからあとは、あなたが作り上げた世界。あなたの伝えたかった思いを、歌うだけ。えなさんの歌、前聞いた時と全然違う。すごく暗くて、重苦しい雰囲気。なのに、なんでだろう。前に進まなきゃって感じさせてくれる。以上です。ありがとうございました。待って。あなたはどうして、そう歌おうと思ったの？アリエの気持ちは、そう簡単に消化できるものじゃないと思ったからです。もっと言語化して。多分、なんですけど、影の少女は、化け物でも、酸の雨でもあるんじゃないですか？そう。ようやく、ちゃんと絵本にできた気がするな。東雲えなさん、だったね。あなたにお願いしたい。歌唱力だけで言えば、他の子の方が上だったと思う。だけど、あなたの歌が一番、汲んでくれてるって感じた。私の表現したかった世界を、聞かせてくれた。だから、影の少女役をお願いしてもいいかな。ありがとうございます。それから、もう一人、最初の、あずさわこはねさん。ちょっといいかな。はい。今ここで、ワンフレーズでいいから、東雲さんと一緒に歌ってみてくれる？一緒にですか？わかりました。じゃあ、やろっか。なるほど。やっぱり、そうだね。あずさわさん。あなたにも一緒に歌ってほしいな。最
採用は一人の予定だったんじゃ。あなたの歌は私のイメージとは違った。でも東雲さんの歌を聴いて気が変わったの。最初に歌ったあなたの声をもう一度聞きたいって扉を開いていこうとする勇気を感じさせてくれた声を一緒にね。それで今確信したの。東雲さんとあずさわさん、それぞれの歌が一つになったら私も想像してなかった表現になるって。ありがとうございます、鍵山さん。精一杯頑張ります。あずさわさん、やったね。一緒に頑張ろう。えなさんと一緒に歌えるなんてすっごく嬉しい。でも多分なんですけど、影の少女は化け物でも三の雨でもあるんじゃないですか？あれってどういう意味なんだろう。まさか二人とも選ばれるなんて思わなかったね。私も名前を呼ばれた時は驚いちゃいました。枠は一人って話でしたし。でも私、えなさんの歌を聴いた時に一番しっくりきた気がしたんです。私もたくさん考えて自分なりの答えを出してきたつもりですけど、あの作品を一番表現できてたのはえなさんだなって直感的に思いました。だからえなさんが選ばれたのは当然だなって思います。ありがとう。そんな風に感じてくれたなんて嬉しいな。当日は一緒に頑張ろうね。あ、そういえば気になってたことがあるんですけど。何？イオさんと話してた時、影の少女は化け物や三の雨と一緒だって言ってましたよね。あれ、どういう意味だったんですか？おお、確かにあれだけ聞いてもわかんないよね。影の少女、化け物、三の雨。三つの絵は一見全然違うんだけど、実は全部つながってるんだよね。つながってる？うん。絵のタッチでね。絵を描くときって、その意図によって色やタッチを使い分けるんだけど、影の少女は化け物のタッチと三の雨のタッチ、それ以外にもアリエを攻撃するいろんなもののタッチを全部混ぜて描かれてたんだ。例えば化け物は鋭利な印象のタッチが多用されてる。三の雨は厚く絵の具を重ねてあるけど、筆文字みたいなタッチになってる。そして、影の少女はその両方のタッチが使われてるわけ。もちろん、わかりやすくって感じじゃないけどね。あ、言われてみれば、そうかも。でしょ？それに気づいた時に思ったんだ。影の少女は、アリエをずっと導く存在だったけど、同時に、攻撃する存在にもなってたんじゃないかって。例えば、親友だと思っていたはずの子が、自分のことをいじめてきた、みたいにね。アリエは影の少女に苦しめられてた。でも、その子が仲良くしてくれた時の優しい思い出とか、励ましてくれた言葉のおかげとかで立っていられたから。離れることができなかった。
伊代さんはそんな矛盾した気持ちをあの絵本で消化したかったんじゃないかなって。まあ、これは私の勝手な想像だけどね。でも、そうじゃないかって思った時、どうして曲が途中で暗くなってるのかとか、そういう疑問も全部なくなったんだ。私、そんなこと全然考えつきませんでした。でも、すごく納得できたっていうか、しっくりきた気がします。えなさんが歌った後の伊代さん、悲しそうだけど、どこかすっきりした顔をしてたんです。きっと、えなさんが作品に込めた気持ちを分かってくれて、初めて本当の意味で、伊代さんの気持ちが消化されたのかも。だとしたら、よかったな。ちゃんと組めたみたいで。やっぱり、東雲くんのお姉さんだな。絵と歌っていう違いはあるけど、表現することにまっすぐで、私も、もっと頑張りたいな。えなさん。この後って時間あったりしますか？うん。特に予定はないけど。なら、一緒に歌う練習しませんか？私、今のえなさんの話を聞いて、もっともっと合わせていきたいなって思って。それはいいけど、別に私の解釈に合わせなくてもいいと思うよ。伊代さんは今のあずさわさんの歌がいいって思ったんだろうし。そうですかね。でも、私も練習はお願いしたいかな。人前で歌うのあんまり慣れてないし。そのあたりのこと、教えてもらってもいい？はい。私でよければ。ゆいさきさん、こっちです。駅で待ち合わせにすればよかったですね。まさかここまで人が多いと思いませんでした。完売？そんなに人気なんですね。確かにお客さんが多いとプレッシャーになりそうですよね。でもそれなら私たちはえなさんから招待チケットをもらえてラッキーでしたね。ほんと最高だった。伊代さんワールド全開って感じだったね。ほんと時間あったら最後の歌も聴きたかったな。あ、影の少女の子守歌だよね。初日と最終日の夕方だけなのは残念だけど、なんかそれも演出入ってていいよね。歌を聴きたがってる人結構いるみたいですね。楽しみですね。早速行きましょうか。すごーい。隅々まで来られてて、本当にアリエの庭の悪夢の中に入ったみたいですね。あ、この子覚えてます。アリエを追いかけ回して鋭い刃で脅かすんですよね。再現されすぎててちょっと怖いような。あの声って。
なさんも小羽ちゃんもとっても似合ってますね。それにこの歌、えなさんの歌はすごく暗くて、小羽ちゃんの優しい歌とは正反対ですけど、二人の歌声が重なると少しも違和感がなくて、すごく綺麗。この歌は矛盾した歌。アリエを励ましてもいるけど、同時に傷つけてもいて、アリエを癒しながら苦しめる。イオさんがどんな気持ちだったのかはわからない。でもアリエは最後扉を開けた。影の少女のいない世界でなら、そこに込められた思いはきっと矛盾を矛盾のまま抱えていたっていい。だけど足を止めないで、勇気を出して扉を開いたら、その先ではきっと今よりも少しだけ強くなれるから。本当ですね。うわあ、終わった。えなさん、お疲れ様でした。あずさわさんもね、初日と最終日だけで助かったな。結構緊張したし、連日はきついもん。そうですね。でも私、えなさんと歌えてすごく楽しかったです。毎日でも歌いたいくらい。あずさわさん、こっちこそありがとう。一緒に練習できたおかげで勉強になったよ。歌にもこんなにいろんな表現があるんだって分かって、すごく面白かったしね。二人ともお疲れ様。イオさん、どうでしたか？今日の歌。すごく良かったよ。二人の歌が一つになって、この古典に欠けていた最後のピースがぴったりハマった感覚だよ。歌手枠で二人が来てくれて本当に感謝してる。ありがとう。私こそこんな貴重な体験をさせてもらえて感謝してます。私もです。鍵山さんの世界で歌わせてくださってありがとうございました。こちらこそだよ。それじゃあ私はこの後サイン会があるからこれで。何？実は私も絵を描くんです。それで鍵山さんのように世界観を表現できるようになりたくて今回応募させていただいたんです。なのでよかったらサイン会の後5分だけでもいいので制作の話を聞かせていただけませんか？やっぱりあなたも絵を描くんだ。もちろんだよ。何でも聞いて。ありがとうございます。なんか夢みたいだったな。影山伊代の古典で歌を歌って、しかも本人に直接いろいろ聞けるとか、想像もしてなかったっていうか。でも
思い切って動いてみてよかったな。自分じゃ思いつかなかったような表現もたくさん学べたし。よし！次の課題も頑張らなきゃね。次の課題は時間。時間。それなら、私は